顔は描けるけれど、体は描けない。これは初心者の頃に多い悩みです。絵を描き始めるきっかけは、顔が描きたい、というものが多いと思います。結果、顔ばかり描いてしまって、気づいたら首から下が全く描けない。体を描くのが難しい原因は、実はとても明快です。体を描くための知識が不足していて、描き慣れていないからです。体のことをよく知らず、描き慣れていないから、難しく感じてしまうのです。何かを描けるようになるには、描いた経験がとても大切です。今回は、体を描くために知っておくべき、7つの人体比率についてお話しします。人体比率は、知っているだけで、人を描くことを簡単にしてくれる使える知識です。さらに今回は、これらの人体比率を実際にどう使うか、という使い方についても解説します。体がうまく描けずに悩んでいる方にとって、人体比率は悩みを解決する大きなヒントになるはずです。描く理屈を知って慣れていけば、難しい体も必ず描けるようになります。今回の動画で人を描くために必要な人体比率を学んで、体を描き慣れていってください。当チャンネルでは、ちょっとした知識やコツで、絵を描く力を伸ばす方法について解説しています。よろしければ、ぜひチャンネル登録をお願いします。最初になぜ人の体を描くのに、比率が大切なのかについてお話しします。ささっと比率について知りたいよ、という方は2分5秒までスキップしてください。さて、人の体には個人差がありますが、ある程度共通したパーツの長さやサイズもあります。これらを知ると、それを物差しとして自分の描いた体が合っているかどうかをチェックできるようになります。これにより、極端にバランスが悪い人体を描くことが避けられます。人体比率などの知識を知っておくと、自分の描いた絵の間違いに気づいて修正できるようになるのです。絵の初心者にとって、知識は画力を補う強力な武器となってくれます。今回の動画では、基本となる人体比率3つと、応用レベルの4つ、合計で7つの人体比率について解説します。とりあえず人を描くことにおいては、今回紹介する7つの人体比率を知っておけば十分です。この7つだけで、様々なポーズの人体を描くことに対応することができます。7つの人体比率を知って、人の体を描き慣れていきましょう。まずは入門レベルの基本の人体比率3つです。この3つは、以前こちらの動画でも取り上げた内容です。人の全身を描くために最初に知っておくと便利な人体比率です。これだけで、体全体のバランス調整ができるようになります。今回はこちらの8頭身の人体モデルを使って説明します。8頭身モデルは、頭の割合が小さく美しく見えるバランスの良い人体モデルです。漫画やアニメなどでもよく使われています。最初は人体の上半身と下半身の比率です。この比率は、股下を中心として足を1、上半身を1とするとバランスが良くなります。人種や個人、あるいはキャラクターデザインによって足が短くなることはありますが、足の比率が上半身を上回ることはありません。上半身と下半身比率の基本として、1対1で覚えておくと良いでしょう。2つ目は足の比率です。足は膝下を真ん中として、太もも部分が1、膝から下の硬い部分が1の比率になります。この比率は足の長さは関係なく、1対1の比率となります。3つ目は腕の長さの目安です。腕は、人が直立して立った状態で腕を下ろすと、股下あたりで手首が揃います。これは腕を描く際の大きな目安となり、極端に腕が長くなったり短くなったりすることを防いでくれます。ただし、胴体が長い人体の場合、揃う位置が手の甲あたりになるケースはあります。これはアジア系の人種などに多い体型です。日本が舞台のアニメなどでは、キャラクターデザインに取り入れられることもあります。さらに腕を上に上げた場合、ちょうど頭のてっぺんのところで肘が曲がります。これも腕の長さの目安として使えます。以上、3つが基本の人体比率となります。人体比率などの知識は知っておくだけで、画力の向上効果が望めます。まずは人体比率になれる意味でも、この3つの比率を当てはめて人を描くところから、練習を始めてみてください。ここからは応用レベルの人体比率をさらに4つ紹介します。応用レベルの4つは、基本の3つと比べると比率がやや複雑になります。基本の3つの比率のように、綺麗に1対1となるものは少ないです。とはいえ、大切なのは、だいたいこれくらい、と覚えておくことです。覚えてしまえば、基本の3つと同じように人を描くときの物差しとして使えます。物差しが増えれば、人体をより正確に描いていくことができます。ぜひ、これら4つも覚えてみてください。応用レベルの最初の比率は、手と顔の比率です。人の顔に対して、手の大きさは顎からおでこのあたりまでになります。頭部全体に対して、手の大きさはおよそ4分の3が目安です。ただし、この比率は、漫画やアニメのキャラクターデザインでは変更されることがあります。特に子供向けの作品などでは、手に対して頭が大きくデザインされることが多くなります。頭1に対して、手が4分の3という比率は実際の人体におけるもので、リアル寄りのキャラを描くときには、これが基準となります。2つ目は手と腕の比率です。肩から肘までの上腕、肘から手首までの前腕、そして手首から先の手の比率です。これは上腕1、前腕1、手3分の2くらいが目安の比率です。手は前腕に対して 60% から 70% くらいの比率で描くとバランスが良いです。
上腕と前腕の比率も、正確に言えば上腕の方が若干長いのですが、誤差みたいなものです。上腕1、前腕1と覚えておいて問題ありません。3つ目は胴体部分の比率です。人の胴体を作る胸、腹、腰の3つの部位の比率になります。ここで言う胸は鎖骨から大胸筋の下端まで、腹は大胸筋の下端からおへそまで、腰はおへそから股下までとします。この場合、胸、腹、腰の比率は、おおよそ1対1対1となります。腰は 1.2 くらいまで大きくなることもありますが、1を基準として覚えておけば OK です。骨格で考えた場合、鎖骨からあばらの下端、あばらの下端から股下までが1対1です。腰のくびれが目安になります。こちらも比率を測る目安として使えますが、人の胴体を書くときは、胸、腹、腰の3つに分けて捉えるのがおすすめです。それぞれのパーツの境目が関節になるイメージで書くと良いでしょう。分けて考えることで、ポーズをつけるときに胴体部分を柔らかく動かすことができます。胴体を一体で捉えたり、胸と腹を一緒にすると体の動きが硬くなってしまいます。応用レベルの最後、4つ目の比率は、頭と肩幅です。頭に対して肩幅をどれくらいにしたら良いのかという問題です。これは絵を描き始めた初期に悩むポイントでもあります。実際、肩幅は個人差が大きく、年齢や性別でも変わるので、難しいのです。今回は男性と女性、そして子供の肩幅の目安を示しておきます。男性はこれくらい、女性はこれくらい、子供はこれくらいという比率を覚えてしまいましょう。まず成人男性の比率です。一般的な成人男性の場合、頭の横幅を1とした場合の肩幅は3くらいが目安です。体を鍛えた筋肉質な男性だと 3.5 くらいまで大きくなります。肩幅 2.5 くらいになると痩せ型のちょっと頼りない印象になってきます。キャラクターをデザインするときなどに肩幅でキャラの特徴を表現することもできるわけです。続いて、大人の女性の比率です。女性の場合、男性よりも肩幅を狭くした方が女性的なシルエットを作りやすいです。実際の骨格を見ても、女性は男性に対して肩周りの骨や筋肉が小さくなっています。一般的な大人の女性の肩幅の目安は、頭の横幅位置に対して2から 2.5 くらいです。漫画やアニメの女性キャラは、頭がやや大きくデザインされることがあります。この場合、デフォルメが入って頭に対して肩幅は 1.5 から2くらいになります。この時、合わせて首も細くしておくのを忘れないようにしましょう。首と肩幅はとても密接な関係にあります。首が太いまま肩幅を狭くすると、バランスがおかしくなります。肩幅を狭くする場合、首も合わせて細くしておきましょう。最後に子供の肩幅です。これは頭位置に対して 1.5 から2くらいが目安です。より幼い年齢だと、体に対する頭の比率が大きくなり、肩幅も狭くなっていきます。小さな子供で 1.5、体が成長してきた10歳前後で2くらいが目安です。これくらいの年齢の子供であれば、男女の差はほとんどありません。肩幅は性別や年齢である程度の目安の比率を覚えておいて、それに従って書くのがおすすめです。頭の横幅位置に対して、男性3、女性 2.5、子供2を肩幅の目安として覚えておきましょう。以上、4つが応用レベルの人体比率となります。とりあえず、基本レベルの3つと合わせて、この7つの人体比率を覚えておけば、人を書く比率において不自由することはなくなります。まずは、この7つから人体比率を覚えてみてください。ここからは、人を書くときの人体比率の使い方について説明します。人体比率は人を書くときの大切な物差しです。知っておくことで、体の各パーツのサイズや長さを確認しながら書くことができるようになります。人体比率を使うタイミングは、主に人の素体をラフで書くときです。ラフから書くことも人体を書き慣れるために大切なガイドの一つです。人体比率と合わせて書いていくことで、人が書きやすくなります。ラフの書き方については、こちらの動画で解説していますので、よければ見てみてください。ラフの段階から、人体比率を当てはめて人の素体を書いていくことで、体の土台を確実に作っていくことができます。体に角度がついたり、ポーズをつけたりしても人体比率は変わりません。比率は一つだけでなく、複数を比較しながら書くことで、より正確に書いていくことができます。いろいろなところから比率を持ってきて、書いた形が正しいか確認してみましょう。たくさん書いて慣れてくると、いちいち測らなくても、比率に合った人体が書けるようになってきます。ちょっと面倒なのは、覚えて使い慣れるまでです。人体比率を当てはめて書いたラフが完成しました。ラフの段階で比率に合った人体を書いておくことで、最終的な人体の完成度も変わってきます。人体比率は難しい理屈なしに、ただ当てはめていくだけで、正確な人体が書けるようになる。とても使える知識です。人の体を書く段階で悩んでいる初心者の方には、人体比率、本当におすすめです。今回は初心者から中級者の入り口あたりまでに必要となる7つの人体比率とその使い方を紹介してきました。人体比率を覚えておくと、人の体が書きやすくなるだけでなく、書くスピードも上がります。書くときに迷ったり、やり直したりすることが少なくなるからです。人体比率は、今回紹介したもの以外にもたくさんありますが、焦って一気にたくさん覚える必要はありません。
書き続けていると、今回のもの以外の比率が必要になってくることがありますので、その時に都度学んでいくやり方で大丈夫です。人体比率は美術解剖図をはじめ、人の書き方の参考書にもたくさん載っています。適宜、参考にしながら、覚えていってみてください。というところで、今回の動画は以上です。当チャンネルは初心者の方に向けて、ちょっとした知識やコツで絵を描く力を伸ばす情報を発信しています。不定期更新になることが多いので、チャンネル登録して次回の動画を待っていただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。小山くん、描いてて楽しい。